うちの夫は中国の北西部にある地方都市蘭州出身。20代半ばで日本に渡り、約8年過ごした後、スコットランドへやってきました。1年間の大学院修士課程を修了し、現在は現地企業で働いています。イギリスの大学院卒の中国人って聞くと、どんな印象を受けますか？エリート？富裕層？スパイ？1年ほど前、私の日本人の友人に夫が初めて会った時のことです。当時私が滞在していたジョージアに、夫は大学の休みを、友人は有給を利用してたまたま同時期に遊びに来ました。みんなでローカルレストランに行き、日本でも流行ったシュクメルリを食べました。ニンニクとチーズたっぷりのソースで鶏肉を煮込んだこってり美味しい料理です。私たちが食べたお店のシュクメルリはお肉が骨付き。夫は骨付き肉を食べるとき、肉の一片も残さずきれいに食べないと気が済まない人間です。夫が食べ終え、つるんつるんになった骨を見た友人はちょっと驚いて、すっごいきれい、やっぱ育ちいいね、と言ったのです。私は気がつきました。ああ、富裕層だと思われてるな、と。実際は育ちの良し悪しの問題ではなく、徹底して食べ残さない性格の問題です。違うよ、どっちかというとお金はそんなにない方、と私。友人は、じゃあイギリスの学費とかはどうしたの？と不思議そうな顔。自分で働いて節約して貯めたんだよ、もやし生活で。と説明すると、ほー、と意外そうな反応でした。もやし生活は節約生活のわかりやすい例えです。うちの夫は富裕層ではありません。本人曰く実家の経済レベルは中の下だそうです。子供の頃住んでいたのは団地みたいなアパート。生活に必要なものが買えないほど貧しかったわけではないけど、ブランド物とかいい楽器を買うような余裕はなかったそうです。親に学費を出してもらったのは大学1年生まで。ただこれは家の経済状況は関係なく、学費、生活費の支援を自分から断ったとか、親と何かあったわけではなく、ただ自立したかったらしいです。大学2年生からは一人暮らしの生活費も学費も毎日のようにバイトして必死に稼ぎます。卒業まで親に学費を出してもらって実家から大学へ通っていた私には想像できない世界。この頃から節約スキルが磨かれ、同年代と比べると貯金はかなりある方だったそうです。大学を卒業し数年働いた後、夫は日本に行くことになるのですが、資金はもちろん自分で用意しています。来日後しばらくは日本語学校に通い、その後就職した夫。節約生活は日本でも続行です。というか、節約が普通の状態になっていたんだと思います。そしていろいろあって、キャリアアップのためスコットランドの大学院に行くことを決意します。この費用ももちろんすべて自腹。ヨーロッパの大学って自国の学生に比べ留学生は学費がかなり高額になります。
しかも時期的に急激に円安が進み、8年間円を稼いで資金を貯めてきた夫にはかなりの痛手だったみたいです。それでも学費を払ってしばらく生活の心配はないくらいの貯金はあったのですが、そんなわけで夫は富裕層ではありません。エリートというのも本人曰く違う。高校までの成績はいい方ではなく、中国で通った大学は有名な学校というわけではない。そういえば英語の勉強もかなり苦戦していたし、語学はもともと苦手な方に入りそうです。夫は富裕層じゃないとして、海外にいる他の中国人はどうなんでしょう。聞いてみたところ、自分以外みんな富裕層だそうです。なぜ富裕層だとわかるのか。夫曰く、ブランド物の服を着ていたり、高そうなものを持っていたり、結構わかりやすい。中国人観光客ってブランド物をゴリゴリに身につけているイメージあるけど、海外在住中国人もそうなんでしょうか。ちなみに夫の服はほぼモンベルです。スコットランドの大学院にいた中国人の同級生たちは、試験や課題で大変な時期に旅行に行ったり、正直あまり熱心でない人が多く、欧米の学生たちが不思議そうにしていたそうです。自分で稼いで学費を払ったなら絶対にちゃんと勉強すると夫。いや、本当にそう。胸が痛いです。私は親に学費を出してもらった割には勉強を頑張った方だと思ってるけど、もはや自信はありません。そして今、夫はスコットランドの企業で働いています。スキルドワーカービザ、いわゆる就労ビザの取得条件の一つに、給与水準のクリアがあるのですが、今の勤め先ではそれを満たせません。グラジュエートビザの有効期限が来たら今の仕事は終了。転職でもしない限りイギリスを出ないといけません。別企業への転職は彼の業界的になかなか厳しそうです。スコットランドの大学院で業界では結構有名らしい修士課程を苦労して修了しても、キャリアアップは思ったようにはいかない。ビザの取得も難しい。こんな人多分スパイじゃないですよね。スパイだったらもっとうまくやってそうな気がします。知らんけど。